今回は DMRP6 で登場した〇〇×〇〇といった形の、同じ名前が連続したカテゴリー呪文5000についての紹介をしていきたいと思います。各文明から1種類ずつ登場しており、その名前はすべて昔から使われている聞き馴染みのあるものばかり。非文明から順番に、詳しく見ていきましょう。4コストのスーパーシールドトリガーを持った呪文です。火の除去呪文のサイコさん、地獄万力から派生したスクラッパー呪文で、自分と相手のクリーチャーを1体ずつ選び、バトルさせる。という、強制バトル効果を持っています。また、手札から唱えた後、墓地からコストなしで使えるスーパーシールドトリガーです。数あるスクラッパー呪文が火力を割り振って除去するタイプの能力。なのに対して、このカードだけ強制バトルによってクリーチャーを破壊するものとなっています。おそらくですが、同パックで登場しているツインパクトのカードで、勇走者マグマ地獄スクラッパーと組み合わせて、相手のシールドを合計で4枚も割れますよ、といった、デザイナースコンボをメインに作成されたのではないかと、思われます。とはいえ、他のスーパーシールドトリガーを、持った呪文に比べてあまり使い勝手が良くありません。仮にシールドが0枚になった時にこのカードがシールドにあって、スーパーシールドトリガー条件を満たしつつ発動できたとして、そこまで大きく状況を打破できるシチュエーションはあまり、ないと言えるでしょう。もちろん自分の場に大型クリーチャーがいて、バトルに勝つと何かしらの効果を発動できるタイプの能力を、持っていれば話は別ですが、それでも採用されることの少ない1枚です。ちなみにスクラッパーと名の付く呪文は多色を含めて11枚あり、モンスターも含めると14枚もある人気のカテゴリーです。今後もどんなスクラッパー呪文が出てくるのか楽しみです。3コストのスーパーシールドトリガーを持った呪文です。ドローソース系呪文の先駆者であったブレインと名の付く、カテゴリーのカードですが、その能力はなぜかクリーチャー、バウンス能力です。もはやスーパーシールドトリガーが、ついて1コスト重くなったスパイラルゲートです。さすがにシールドがない状態でスーパーシールドトリガーの、ボーナス効果がドローでは意味がないのではという作成側の意図が伺える能力となっています。かなり似た能力で、コストも同じ呪文にレボスパイラル、というカードがあります。こちらはスーパーシールドトリガーの代わりに、革命2で相手の手札を山札の一番上に置くという、疑似ハンデス効果を持っています。こうなると、もはや、スパイラルとした方が良かったのではと思うほどです。とはいえ、火のスクラッパーよりかは窮地をしのぐといった面で、ギリギリ使えそうな1枚ではないでしょうか。ちなみにブレインと名前に入っているカードは全部で31種類と、かなり多く、ツインパクトも含めると33種類もあります。3コストのスーパーシールドトリガーを持った呪文です。能力はというと、クリーチャーを1体選び、パワープラス4000と、相手プレイヤーを攻撃できない、という能力を付与するものとなっています。今では殿堂入りしてしまい、見る機会のない、パーフェクトギャラクシーのような場を離れない効果を、持った相手クリーチャーに対しても攻撃をやめられるといった点で、前述した火と水のカテゴリー呪文よりも確実に、自分のターンに回せる可能性が高いカードだと思います。デザイナースコンボとしてはナチュラルゴデンジャーと、組み合わせて使って欲しかったのだと思いますが、わざわざ、このカードとコンボさせて6コスト以下の自然クリーチャーを、手札かマナゾーンから出す必要性があるかという疑問があります。ボーナス効果で出せたとしても2体な上に、自然クリーチャーで、6コスト以下という縛りがあるので、狙ってコンボするのは、なかなか難しいのではないでしょうか。正直、トラップ系カテゴリーのカードはマナ送りにする能力が、主流なのに対して、このカードのみバンプアップと攻撃制限と、1枚だけ違った系統の能力となっています。個人的にはボーナス効果も含めて相手のクリーチャーを2体止める、という能力の観点から、このカードもマナ送り効果で良かったのではないかと思っています。もちろんコストはバランスを考えて7ぐらいが妥当なラインでしょうか。低コストのトラップ呪文で使いやすいデンジャラストラップや、4コストのシールドトリガー呪文リーフストームトラップが、ある以上、このカードが採用される枠はほぼほぼない、と言っても過言ではないでしょう。ちなみにこのトラップと名の付くカテゴリーのカードは、マナ送りではない効果の、他文明のカードも含めると、その数なんと35枚。もはやトラップと名の付くカードだけで、デッキが一つ組めてしまうほどです。エレメンタルトラップや、フレームランストラップなど、トラップ呪文とは関係のない、呪文も含んでいるので、
あくまで名前に入っているかどうかでの算出ですが。5コストのスーパーシールドトリガーを持った呪文です。相手クリーチャー1体のパワーをマイナス5000する効果を持っており、シールドボーナスと合わせて最大パワー1万までの相手のクリーチャーを除去できますが、他のカテゴリー呪文と同様に、シールドが0の時の戦況を覆すほどの効果はなく、コストも5と重いので通常採用されるシーンは少ないでしょう。ちなみに他のカテゴリー呪文と違って、唯一介護官のカードが存在する呪文です。神々カーニバルという、同コストの呪文で、こちらはスーパーシールドトリガーを持っていません。まあぶっちゃけ両方とも現環境で採用されない弱さなので、あまり大差はありませんが、一応デザイナーズコンボ用のカードとして存在するのが、デーモン閣下です。すみません、浪人用にしない方でした。こちら、マッドデーモン閣下の効果で墓地からクリーチャーを回収できるようになっているのですが、正直わざわざこの2枚を使ってコンボしてまで墓地回収している暇がないです。相手クリーチャーのパワーを下げて除去するタイプのカードで、一番よく使われる激髄スナイパーとの差別化として、ギリギリ上げられるのが、下げられる合計パワーですが、1000の差が大きく影響するかと言われると疑問です。単純にハンドカテゴリーの効果にのっとって、破壊系の能力をつけて欲しかったと言いたくなる1枚です。とはいえ墓地からの蘇生、墓地活用が盛んな現環境で、破壊がどれだけ相手にとって、抑止力になるかはわかりません。まだ手札やマナに遅れた方が、相手にとっては嫌なカードとなるのではないでしょうか。ちなみにハンドと名の付くカテゴリーカードは現在25枚あり、パワー低下効果を持つのはこのカードだけです。7コストのスーパーシールドトリガーを持った呪文です。DMRP6 で登場したカテゴリー系呪文の中で一番コストの高い1枚となっており、その効果はバトルゾーンにあるコストが、6以下の進化ではないカードを裏向きで持ち主のシールドに追加できるという効果です。やはり他文明のカテゴリー呪文同様に、戦況を一変させるほどの効果とは言いづらいですが、すでに一度場に出たシールドトリガー銃の再利用や、フィールド系カードの疑似除去などで使おうと思えば、使えなくはない1枚です。6コスト以下という縛りがあるため、相手の攻撃可能なクリーチャーが軒並み6コスト以上だと、何もできずに終わってしまう可能性のある、相手に依存気味なカードのため、採用されるシーンは少ないでしょう。このカードを採用するくらいなら、単純にシールド追加効果や、相手のクリーチャーを全てタップする呪文を使った方がよっぽど、戦況を打破する可能性があると言えるので、あえてこのカードを採用する人はなかなかの猛者と言えます。ツインパクトでホーリースパークを持っている郵送の調べウィズというカードが、デザイナーズコンボ用のカードとして用意されていたんだと思います。スパーク系呪文を使った際に、相手のクリーチャーが次のターンにアンタップしないという効果を持っていますが、スパークとのコンボとしてはあまり噛み合っておらず、相乗効果が期待できない内容です。ちなみにカテゴリーカードの中では最多の46種類もの派生カードが存在し、すべてに光文明が入っているのが特徴です。やはり初代から存在するデーモンハンドやナチュラルトラップと、並ぶ3大シールドトリガーなだけあってとても人気のあるカテゴリーということが伺えます。余談ですが、今回紹介したカテゴリー呪文の他にも、同じ名前や音の響きが連なっているカードもあり、いくつか紹介したいと思います。ガチャレンジクリーチャーで、相手の進化クリーチャーや、スピードアタッカーを持っているクリーチャーを軒並み、召喚良い扱いにできるジョーカーズのカードです。ワンショットキルが横行する現環境ではかなり刺さる1枚で、ジョーカーズという恵まれた種族ということもあり、多くのデッキに採用されている1枚ではないでしょうか。5コストの水文明クリーチャーで、墓地からコスト4以下の呪文を再利用でき、かつ各ターンに1回呪文を唱えると、ガチャレンジ召喚をできるという、かなり採用頻度の高い1枚です。相手のターンでさえシールドトリガーなどで、呪文を発動した際に連鎖して発動ができるので、相手にとって、できるだけ早めに処理したくなるカードです。いかがだったでしょうか。正直、せっかくスーパーシールドトリガーを得たということで、多くの人が期待していたカテゴリー呪文でしたが、使い道が限定的で、ボーナス効果を期待してまで採用するほどの能力ではなかったという残念な結果となってしまいました。とはいえカテゴリー呪文自体は今後も色々な段で登場する可能性が高く、
期待が持てることは間違いないです。余談で紹介したカードについては独断と偏見で選出したので、こんなカードも、という方はぜひコメント欄で教えてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録や高評価で、応援よろしくお願いいたします。